こんばんは。今は夜の11時27分です。今日はこれから何をするかというと、夜食を作ろうと思います。12時前とかになると夜ご飯なんてとっくに食べ終えて寝る準備をしている方もいると思うんですけど、今一緒に住んでいる彼が仕事に追われて朝まで仕事やってるくらい本当に忙しそうで、まだリモートだからどうにかできてるって感じかな。これが出社だったら多分ね余計きついと思うんだけど、今でも十分きつそうなんですけど、これから元気の出る夜食を作ります。私自身がなんか今日元気ないなっていう日とかに食べるものがいくつかあって、まず一つはおにぎりなんですけど、やる気出したいなっていう時とかは自分でねおにぎりを握って食べるとすごく元気が出たんですよ。だからまずおにぎりと、あとたこ焼きです。たこ焼きは食べたら運が良くなるみたいな感じのネットで見たことがあって、もともとたこ焼き好きだったんですけど、その情報を知ってからはもっとたこ焼きが好きになりました。なのでなんかちょっと最近ついてないなっていう日はたこ焼きを食べるようにしてます。あとは豚汁ですね。豚汁はお味噌汁とか汁物の中で一番好きっていうこともあって、あと冷蔵庫に結構具材が増えてきたなっていう時とかは、そのお味噌汁とか豚汁を作って、その中にいっぱい冷凍庫の中身を入れることが多いです。なのでとりあえず豚汁を作ります。アク抜きされたこんにゃくも買ってきました。この前近所のスーパーに買い出しに行ったんですよ。ししとうが売られてて、ジャンボししとうっていうのがあったので、それをねカゴに入れてたんですよ。その後に普通のジャンボじゃないちょっと小さめのししとうもあって、そっちの方がお買い得だったからジャンボししとうをやめて普通の大きさのししとうにしようってまたカゴに入れたら、その最初に取ったのを戻すのを忘れてて、今お家に2袋ししとうがあるんです。どんな風に料理しようかなと思って。でも買ってすぐ作ったのがししとうのベーコン巻きなんですけど、ししとうをベーコンで巻いて塩コショウをかけて食べました。めっちゃ美味しかったです。煮浸しもいいですよね。でそのスーパーの帰りにお家まで向かってたら、おじいさんがね道路にいてビールを美味しそうに飲んでるんですよ。それを見て夏を感じました。でそしたらその後にまたチューハイを飲みながら歩いているおじさんを見つけて、お酒飲みたくなりました。こんにゃくってどうやって切るんだっけ。お肉を入れて焼きます。豚肉はこれぐらい。豚汁を作っている間にこのジューシーも炊きます。豚汁ができる前に炊けないかもしれないけど、明日とかでも食べられるしね。これめっちゃ美味しいんですよ。あれかな、前妹が遊びに来た時にもらったものかな。まだ動画で編集できてないけど、妹がね前遊びに来たんですよ。すごく気を使ってくれたのか、沖縄のお土産をいっぱい持ってきてくれて、一緒に食べたりした。懐かしい。最近ふるさと納税のねお米が届いてめちゃくちゃ嬉しいです。部屋がお米で潤ってる。一人暮らしを始めた時ぐらいからふるさと納税で頼んでいるお米で、毎年20キロぐらい注文してるんですよ。さすがに20キロは一人で食べられなかったから、家族に送ったりとかして、私も実家とか妹の家に送ろうと思ってます。水はいつも通り入れて、でジューシーな素を入れる。これね、もし沖縄行く機会があれば絶対買ってほしい。沖ハムのジューシーの素じゃなくて全然大丈夫なんだけど、
なんかジューシーの素とかがあればね、買ってみてください。よし、これであとは炊飯器のスイッチを押したら完成。具材に火が通ったらお水を入れます。あと2倍水入るかな。これ溢れそうですよね。入れてみるか。大丈夫だ。そしたらスモールだしを2袋入れます。でしばらく待つだけ。冷凍庫にあったエリンギとか大根、油揚げもちょっと入れます。本当に油揚げは冷凍してるだけでお味噌汁にめっちゃ使えるからいいですよ。エリンギ、もう美味しくて大好きなエリンギ、大根めっちゃ塊だけどもこのまま入れちゃおうかな。大丈夫かな。大根は私的に冷凍する前に食べちゃった方が好きなんだけど、大きめの大根をいただいたので、ね、冷凍しました。でも全然美味しいんだけど、具だくさん。ネギもちょっと入れとく。冷凍ネギもう全部冷凍ですね。これらは冷蔵保存していたネギもそろそろ冷凍庫に移動します。そういえばコーヒー入れてたの忘れてた。ちょっと休憩しますか。お疲れ様です。あ、美味しい。明日はお休みだからもうこの時間からカフェイン飲んじゃってますが、もし明日仕事とか予定があったら夜中からコーヒー飲めないですね。飲むとしてもノンカフェインのコーヒーになっちゃう。今冷蔵庫にあるししとうのレシピを調べようと思ってたんだ。豚肉と和えるのも美味しそう。なぜか絶賛されるししとうの甘辛っていうタイトルのレシピがあって、砂糖、醤油、お酒だけで、めっちゃ美味しくできるみたい。これ今作ってみようかな。味噌を溶きます。もうこれだけでもめっちゃ美味しそう。これがね、いつまでも使っていう話なんですよ。こんなに美味しいのに栄養たっぷりっていうところが嬉しい。めっちゃ美味しそうにできました。ご飯があと15分で炊けるので、ししとうで一品作ります。取って、これ取り方これで合ってんのかな。私ポキって折っちゃってるけど、ちゃんと包丁を使って切った方がいいのかな。なんかもう最近夏バテする前に夏野菜をいっぱい食べたいなと思って、スーパーでナスとかあとみずみずしそうな野菜とか買っちゃいますね。でヘタを取ったら切り込みを入れる。包丁でプスッと刺し切れ目を入れる。この切れ目を入れることによって加熱中に破裂しなくなるみたい。でもすごいお料理の知恵ですよね。私去年夏野菜の煮浸しめんつゆでつけるの作ったんだけど、今年も作りたいなと思って来週あたり作ろうかな。全部切れ目入れました。そしたらフライパンで熱します。少し火が通ったらお砂糖を入れる。半分量で今作ってます。これに鰹節とか白ごま入れても絶対美味しいですね。完成。めっちゃ簡単。やっぱこの時期キッチンって火を使うからめっちゃ熱くなりますよね。皆さんも水分補給忘れずにしてください。一つ味見してみます。美味しい。
トマト合うわこれ。普段私だったらあまりしない味付け、ちょっと甘めの味付けですね。ジューシーも炊けて、ししとうの野菜炒めと豚汁も完成しました。今日の夜食、本日もご視聴いただきありがとうございました。